ローマ市内にある世界最小の独立国家、バチカン市国。バチカン市国の人口は約800人。面積はわずか 0.44 平方キロメートル。ディズニーランドの面積よりも小さい国だ。こちらが、バチカン市国とイタリアの国境。パスポート不要で自由に出入りできる。しかし、一般人が入れるのはこの周辺のサンピエトロ大聖堂とバチカン美術館だけで、それ以上先ではスイスの衛兵が守っており、謎に包まれている。バチカンは、国の大部分が世界遺産となっており、カトリックの総本山としても知られている国だが、想像以上にヤバい国だった。その1。何もかもがでかい。入国したのはクリスマス前。サンピエトロ広場には、世界最大級の約30メートルのクリスマスツリー。その後ろには高さ137メートルのサンピエトロ大聖堂。埼玉市のシンボル、大宮ソニックシティと同じくらいの高さだ。ちなみに、サンピエトロ大聖堂の前には、高さ十数メートルはあろう、超大画面テレビが設置されている。日本のメーカーのパナソニックだった。その2。集まる人の数が半端ない。バチカンは、世界に10億人以上の信者を持つ、カトリックの総本山で、世界中から信者が巡礼に訪れる。サンピエトロ大聖堂への入場も大行列だ。大聖堂の中は東京ドームのように広く、ぎっしり人で溢れていた。世界各国のキリスト教関係者が続々と入場。派手な衣装のスイス兵が見守る中、儀式が始まる。その3。出生率がゼロ。子供が生まれない唯一の国。バチカンには助産院がなく、バチカン市国内で生まれた人は、ほとんどいない。国外で生まれバチカンに帰化した者だけがバチカン国民となれる。その4。人口の 95% が男。バチカンでは市民の多くが聖職者や兵隊で構成されており、全人口の 95% が男性だ。5% の女性のほとんどは職員の祭司。そして、男性の多くが同性愛者だと言われている。フランス人社会学者、フレデリック・マルテルはカトリックの聖職者5人のうち4人は同性愛者だと指摘している。カトリックの司祭は終身独身で、女性との性的交渉を禁じられていることがあるとされている。若い男たちが共同生活する修道院は、ボーイズラブの世界だ。少年を数年にわたって性的虐待したとされる事件も発生している。その後、バチカン銀行をめぐる謎の死。1978年、バチカン銀行の改革を主張していたローマ教皇、ヨハネ・パウロ一世は教皇即位後、わずか1ヶ月で急死した。ローマ教皇庁は、死因は心筋梗塞と発表。1982年、イタリアの銀行家、ロベルト・カルビはロンドン・テムズ川において、首吊り死体で発見。バチカン銀行との深い関係が指摘されていた。バチカン銀行は、麻薬取引などのマフィアビジネスの深い関わりなどから、大規模なマネーロンダリングが行われていたことが指摘されている。バチカンの近くには、サンタンジェロ城という立派なお城があるので行ってみよう。バチカンからサンタンジェロ城の間には、13世紀に建設された全長約800メートルの秘密の通路がある。実際に、教皇アレクサンドル6世やクレメンス6世などが秘密の通路を使って危機を脱したと言われている。サンタンジェロ城の見どころは、サンピエトロ大聖堂やローマの街などを見渡せる眺めの良いテラスだ。ローマは人口が300万人近くいる大都市であるが、夜景は驚くほど暗い。暗い街に浮かび上がるサンピエトロ大聖堂は幻想的だ。イタリア、ローマからフィレンツェからナポリからポンペイからアマルフィから、チャンネル登録をお願いします。